今回のこの動画でやっていくことは、こちらの ARS 鑑定ホルダーですね。ARS TCG 鑑定ですね。アルサーレス株式会社が行っている2022年から発足している日本初の TCG トレーニングカードゲーム専用の鑑定機関になるんですけれど、そちらにね、提出して帰ってくるとこういう風なホルダーで返却されます。そのホルダーに合うスリーブですね。OPP であったり OPCP であったりっていうのをね、被せていきたい。ただ、ARS 鑑定にまだ出したことないんだけれど、この動画を先に見てくれた方ね、に知っておいてほしいのは、ARS 鑑定に提出すると、こういう風に OPP 袋というかね、スリーブ入った状態で返却されますんで、わざわざ買わなくてもいいです。二重スリーブにしたいとか、破れてしまって買い直したいとか、UV カット機能があるスリーブが欲しいとか。その場合はね、この動画とかブログの方にね、隅っこ拡大してこれぐらいの余白あるよみたいなのを添付してるので、ブログの方も説明欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでくれたらいいんですけれど、そういうのをね、参照してくれたらいいんですけれど、もともと付属しているスリーブのままでいい方はね、買い直す必要はないので、こういう風なサイズ帯だったら使えるんだなっていうことはね、もしも破れた時のために知っておいてくれたらいいかなっていう動画になります。ARS の場合は現状ついてるので、二重にしたいとか UV カット機能があるものがいいっていう場合はね、最後まで見てくれたらいいかなと思います。鑑定書の方にも袋ついてます。その鑑定証明書に合う袋とか別の動画で収めていますので、そちらを参照してください。それではね、OPP 袋、ちっちゃいやつから試していきましょう。それではね、9と15は入るのかっていうと、結果から言うと入りません。入らないんだけれど、もしかしたら入るかなと思ってね、買っちゃって入んないんじゃんってなっちゃうと、もったいないのでね、入らないよっていうところをやっておきましょう。袋に入れた状態ですけれど、ぴったりやったらね、あんまり差がないので、なかなか伝わらないかもしれないけれど、1ミリ、2ミリぐらい入らないですね。なので、9だと入らないサイズになります。ただし、この9と15が全く使えないわけではないです。トレーニングカードゲームとかやってると、フルプロテクトパックケースね。フルプロテクトパックケース S サイズであったり、L サイズ、15枚入りとかね、10枚入りとか、ポケカだったらハイクラスパックとかね、入れれるやつですね。スリーブにはね、ちょうどいいんです。なので、S サイズであったら未開封のプロモパックとか、未開封の1枚から6枚ぐらいまでの未開封パック。L サイズであれば10枚から15枚ぐらいのね、未開封パックっていうのを S と L で収納できますので、そういう場合にはこういうクリスタルパック95は役立ちます。それではね、ARS のホルダーの収納に戻りましょう。次、T9.5 の 13.5cm ですね。ARS のホルダーがね、だいたい82の130の厚み1センチ弱ぐらいですね。ないぐらいですね。1センチないぐらいって感じです。なので、だいたいね、20スリーブにするとちょうどっていう感じですね。もちろん一重でも大丈夫ですよ。一重でもこのサイズになりますんで、湿気予防のために二重にしたい方。ただし、二重にすると元袋の角とかへしゃげてしまうので、多少へしゃげてしまうので、気になる方は返却時の状態の方がいいかもしれません。指紋跡とかね、頻繁にね、ケースを触る方、模様替えとかするときにね、飾っていて、は二重にした方が元袋を汚れなくて済むかなと思うけれど、破れた時にね、この9.5、13.5をかぶせたらいいだけだから、元袋にこだわらないのであれば、破れた時に入れ替えるっていうやり方でもいいと思います。注意してほしいポイントは、同じ向きで入れると、ここね、テープ締めてる部分があるので、ここがちょっと浮いてると引っかかることがあるので、ここを押さえながらやるか、それか反対向きにね、頭から入れて、逆に締めるかっていう形ですね。どちらの向きで入れるかはね、自分のお好みで選んでください。それでは次、ザ・カードさんですね。
ザ・カードさんから発売されている Graded Card Sleeves for ARS ですね。PSA バージョンもありますし、BGS バージョンもあります。BGS の方も ARS の方に入れれるんですけれど、若干ね、サイズが違うので、ぴったりサイズではないです。余白がね、多少あるかなっていう感じになります。寄せると 3mm ぐらいになるかなっていう感じでしょうか。なので、余白がね、もうちょっとぴったりの方がいいよっていう方は、BGS バージョンを購入された方がいいかなと思います。最近はね、PSA 鑑定以外にも BGS とか ARS のね、関連グッズ増えてますので、スリーブとかね、増えてますので、そういうのをね、自分に合ったものを見つけてください。それではね、ARS 鑑定の方を入れていきたいと思います。ここですね。テープ部分を気をつけましょう。特にね、ザッカードさんのね、スリーブは結構ぴったりサイズで作られているので、向きね、こういう正しい向きで入れると、さっきのね、テーブル部分のところがね、こういう風に三角にピラッて上がっちゃってますよね。こういう風になることがあるので、慎重に入れるか逆向きで入れるかっていう風にね、気をつけてください。慎重にね、入れたらね、折れずにね、収納することはできるんですけれど、だいぶ慎重に入れなきゃいけないのでね、両方見ないといけないから。なので、二重にするときはね、ちょっと気をつけてください。めくれるのが嫌な方は逆からね、入れてください。閉めるとね、台形型になってるので、こういう感じになります。UV カット機能があるので、若干ね、白みがありますよね。透明度がね。クリスタルパックとね、比べると、こちらの方がやや白いの伝わりますかね。クリスタルパックの方が薄くて透明度は高いです。ただし UV カット機能はないです。ザッカードさんの方は UV 機能があってですね、若干柔らかい感じはしますね。ソフトな感じがします。クリスタルパックの場合はね、若干固めっていう印象がありますよね。なので、部屋で飾る時とかに透明度気にする方だったらね、クリスタルパックもいいかなと思いますけど、紫外線をカットしてね、カードの色あせを防ぎたい方はね、こういう風な UV カット機能付きのスリーブをかぶされたらいいかなと思います。どうしてもね、色あせを防ぎたい方はね、暗所、暗いところで保管するっていうのが一番いいと思いますけれど、なんですけれど、展示したい場合もあると思うので、そういう時にね、こういうのを役立ててくれたらいいかなと思います。あとは紫外線カット効果のある硬質カードケースに入れるかどうかですね。ARS 鑑定バージョンの硬質ケースね、銀蔵さんであったり、WithD さんであったり、発売されてますので、そちらのね、リンクとかも説明欄に貼っときますので、覗いてくれたらいいかなと思います。検索でね、ARS バージョンとか ARS で調べたらヒットすると思うので。あとさっき言ったフルプロテクトパックケースシリーズに S、L さっき出しました。そして P。これはね、PSA バージョンです。PSA のホルダーが入れれるケースになっていて、UV の190から380ナノメートルの波長帯を85% カットできますよっていうね、そういうケース、2つ入りになります。こちらもね、川島製作所から発売されてますけれど、いつかね、ARS バージョンも出るかもしれない。出ないかもしれないですけどね。出てくれたら嬉しいというお話です。フルプロテクトパックケース A とかで出るのかな ?ARS の頭文字で。ということで、今回の動画はこちらの ARS 鑑定のホルダーに合うスリーブのサイズ帯ですね。軽くおさらいしておくと、T9×15、90mm×150mm は入りません。そして T95 の 135mm ですね。がちょうどよく入ります。そしてこちらのザッカードさんの横幅がね、だいたい 94mm で、縦幅が 135mm ぐらいです。
で、ジャストサイズで収納できるかなっていう感じになってますんで、だいたいね、94から95ぐらいだったら ARS 観点のホルダーのね、幅に程よく収まるよっていうサイズ帯になりますんで、もしね、破れてしまったり、二重スリーブとか UV カット効果のあるスリーブに交換したい方とかはね、こういうサイズ帯を参考にしてくれたらいいと思います。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。